日は仕事ですか？仕事。いや、いつも休みみたいに言わんといてくれる。毎日。じゃあね。はい、気をつけてね。じゃあね。いってらっしゃい。はい。いつもの朝。妻とはさっき別れたばかりなのに。あ、もしもし。着きました。今日は仕事かいな。仕事ですか。あ、そうですか。はい。はい。同じことを聞くのはよくあること。道に迷うことも増え、毎朝30分早く家を出ては職場近くの公園で時間を潰します。通勤のバス間違ったりする時があるので、間違っても遅刻しないようにっていう。下坂敦さん、2年前若年性認知症と診断されました。65歳未満で発症する認知症で、国内の患者は3万人以上に上ります。通い慣れた道でも見ず知らずの場所にいるような不安な気分になるといいます。どこにいるのか自分がわからない。何回か通ってるところでも周りの景色がわからないとか、真っ白になりますよね、頭が。おはようございます。敦さんは現在高齢者福祉施設でケアワーカーとして働いています。どういたしました。八重子さん。いや、バカも。はい。マスクで隠してるのに。認知症を発症する前は20年以上にわたって鮮魚店で働いていました。仕事にも自信が出てきた働き盛りの40代。体に異変が起きたのはまさにそんな時でした。お客さんの注文を忘れるとか、仕事の手順が分からなくなるとか、普段一緒に働いてる従業員の名前出てこないっていうのは明らかにやっぱおかしいなって思って、認知症と診断されたのは2年前。46歳の時でした。もう終わりって言ったらねおかしいけど、何も分からなくなるとか、外を徘徊するとか、家族のことも何もかも分からなくなるとかね、死んだ方が借金もなくなって、住宅ローンがねなくなって、で病気のことも考えんでいいし、いっそ楽かなとかそんなんばっかり考えてました。職場でも家でも生活の中で確かだったことが少しずつ曖昧になっていきます。はい、コード入れてほしいの。コードここに入れられるようになってるやん。ここ押したらコード入るやん。ここ押したらコードが中に入ってくるし、そうちょっとコード引っ張りながら。わかりましたよ。このフローリングのとこ。はい、ありがとう。はい。はい。掃除機はかけんねんのか。掃除機はかけんねんのか。掃除かけてくれたらさっき。うん。すまん。それ2回もかけんでいいと思う。綺麗になった。うん、綺麗になった。ありがとう。いいえ。家族や仕事とともに
敦さんの大きな支えになっているのが写真です。写真ではあるんですけど、もう自分が見たままっていうか、自分のその時の、記憶っていうか、それがないと今はその時何してたかわからないので。消えていく記憶を記録するために写真で日常を切り取り記憶をつないでいます。撮りためた写真は SNS や写真展で公開しています。何気ないあれですけど、一番自分の中で思い入れあるのは奥さんの写真かなと。奥さんがたまに私のことをまだちゃんと分かるみたいな感じで、半分冗談みたいな感じで笑いながら聞いてくるんですけど、それが僕的にはすごくこう胸に刺さるっていうか、奥さんはいつかは自分のことも忘れられるんだろうっていう思いでずっとねいるんだなっていう、いつか分からなくなるんかもしれないですけども、そういうやり取りが切ない感じ。おかえり。お疲れ様。メガネこもってる。寒いですな。今日サイクリングしてきたんで。で行く前言ってたよ。サイクリングするって。そしたら。どっちどこら辺の方面を走ってたの？近く。デの近く。デの近く。デの近くの寺。紅葉とかそんなの撮ってきんかった。主人の方がもう全部いろいろ受け入れて、なんか病気のことを理解して、って思ってるような気はしますね。私はやっぱりまだまだどんな風に変わっていくのかなっていう不安はやっぱりいつもどっかにはね。この日、敦さんは2年ぶりに認知機能検査を受けました。はい、まず今年は何年の年でしょうか。何を見ずに？あ、そうですね。はい、ちょっとカレンダーのあえて隠してあるので。はい。今年何年でしょうか。大体このくらいかな。2020年ぐらいか。2020年ぐらい。はい。ではですね、京都府は全国の地方でいうと大きく何地方に分類されます？はい。何でしたっけ？何か言いましたっけ？京都真ん中やからね。そうですね。中部かなんかそんな違った。あ、そうです。中部地方。はい、ありがとうございます。30から7引いたら、23。はい。23から7を引くと。から引いたら。あんまり最近計算とかされないですか？あ、そうです。ごめんなさい。失礼しました。認知症の特徴はゆっくりと進行していくということ。やっぱりね、なんかあれテストで点数が出て、なんか現実をこう突き詰められるというか、目の前に出されるとやっぱり自分で分かってても、ああやっぱりそうなんかっていう、ね。認知症は予防したり進行を遅らせることはできるものの、根本的な治療法はまだ見つかっていません。発症の仕組みもまだ分かっていないことが多く、正しい診断までに
時間がかかってしまうケースも。加藤雅也さん57歳。7年前まで外資系製薬会社で経理として働いていました。妻の克美さんが明らかな異変に気づいたのは、雅也さんが転職のために受けた面接の日でした。会社から電話があって、先方さんが怒ってはると。遅刻してきたのに何の挨拶もないって、早くに行ってついてるはずやのにと思って、で話聞いてみると、ビルにはたどり着いたんだけども、どの部屋なのかが分からなくって、で余裕持っていたはずやから時計見てなくって、でそしたらそれが超過してたんやなっていう話で、でそこでもうこれはおかしいやろって。病院の心療内科を受診しますが、医師の診断は適応障害でした。会社を退職したことによるうつ症状やみたいなことをおっしゃって、どうもないっておっしゃったんですね。で私は一番の後悔がそこなんですけど、本当はどうもないって言われて、そんなはずないやろって思ってる自分があるんですけど、でもきっとその時はホッとしたんですね。脳がどうもないんやったら、気持ち的なことやったらなんとかなる。認知症と診断されないまま進行していく症状。できないことが徐々に増えていきました。多分このノートをね、書いてはビリビリ破ってポケットに入れて行きはるんですね。でこれだけの方を迎えに行って、でどこに座ってもらうんやっていうことを書いてね。それが1時間では終わらないんですよ。晩ご飯終わってからね、12時1時まで。失われる記憶に抗うように綴られた仕事の手順を書いたメモ。別の病院で若年性認知症と診断された時には、発症からすでに3年が経っていました。それでも一昨年の10月まで自分にできる仕事を続けました。真面目なんです。もう働かんなあかんとそこはありがたいことなんですけど、私を養わんなあかんと。だからその3年間が本当に多分今ね、もうご飯食べられなくなったりとかいろいろあるんだけど、その時の彼の頑張りが本当尊敬してます。すごいです。今日は皆さんお待ちかねの下坂亭のサインで長崎産の、天然の鯛でございます。天然の鯛、はい、長崎さん遠慮なく前で。包丁持つのがね久しぶりなんで。包丁も久しぶりということで。骨が残ってたらごめんなさいね。骨刺さったら看護師さん呼んでください。はい、看護師さん。もうできないことを憂いながら生きるのか、まだできることの中に希望を見出すのか。認知症になっても人生の旅は続きます。診断を受けて2年もなるとやっぱ失敗ずっとし続けるんで、いろんなところで。でもふと考えた時に道間違えたところでなんとか家帰れてるし、忘れたりもするし間違ったりもするけど、生きていく上では大きく言えばかすり傷みたいなのかなみたいな。私が支えてるとは一切思ってなくって、やっぱりこれから先もやっぱり一緒にいろんなことを乗り越えないといけないかなと思ってるので。そっち立って。立ってみて。この辺。はい、行きます。はい、いいですか。はい。はい、笑って。ね、今私の存在は分かってるやろな。